Hey. はい、皆さんこんにちは。サムライアルファです。今回は珍しい車のご紹介をしたいと思います。社名はランボルギーニシルエット。この名前を聞いてすぐにその姿を思い浮かべられる人は決して多くありません。それもそのはず、この車はランボルギーニの歴史の中でもひときわ影の薄い存在でありながら、同時に大きな転換点を象徴する一台だからです。1970年代後半、カウンタックの強烈なイメージに隠れながら、ランボルギーニは確かに次の時代を模索していました。そんな中生まれたのがこのシルエットです。ベースとなったのはウラッコ。V8 ミッドシップという比較的コンパクトなパッケージを持ちながら、このシルエットではあえてオープントップという大胆な選択がなされました。ランボルギーニ初のタルガトップ。これは単なるボディ形状の違いではありません。当時のランボルギーニがどこへ向かおうとしていたのかを雄弁に物語る要素です。スタイリングはマルチェロ・ガンディーニ。エッジの効いたウェッジシェイプはそのままに、ルーフを外したことで生まれる独特のプロポーション。直線で構成されながらどこか未完成にも見えるフォルムは、まさに試作車と市販車の狭間に存在するような佇まいです。しかしこの車の本質は見た目以上に中身にあります。搭載されるエンジンは3リッター V8、 馬力は260馬力。数字だけ見れば派手さはありませんが、当時のランボルギーニとしては扱いやすさと実用性を強く意識したユニットでした。トランスミッションは5速マニュアル、クラッチは重く、操作性は決して洗練されているとは言えません。ですがそれこそがこの時代のランボルギーニです。車に合わせるのではなく、ドライバーが車に歩み寄ることで初めて対話が成立する。走り出してまず感じるのは、この車が速さを主張していないということです。アクセルを踏み込んでも V8 は吠えない。背中を蹴飛ばすような加速もありません。代わりに一定の回転域から分厚いトルクが静かに車体を押し出していきます。ミッドシップでありながらフロントの接地感は意外なほど穏やかです。これはタルガ構造による合成配分と重量増を見越したサスペンションセッティングの結果だと思われます。ステアリングを切り込むと鼻先は一拍置いてから向きを変える。カウンタックのような応答性はありません。しかしその分、荷重がどこに乗りどこで逃げるのかが手に取るように分かります。ロールは出ます。むしろ出るように作られています。それは欠点ではなく、タイヤに情報を伝えるための余白です。リアの挙動も同様、限界域では唐突に破綻するのではなく、ここまでだときちんと予告してくれる。この車はドライバーに勇気を与えるのではなく、理解を促すミッドシップなのです。
ブレーキング時の姿勢変化も印象的です。ノーズが沈み込み、一瞬シャシーが呼吸する。これはモノコック合成が絶対値で足りないというよりも、合成を使い切る前提で設計がなされている証拠でしょう。現代の車なら電子制御と合成で全てを封じ込める場面です。しかしシルエットはあえて動かすことで成立させています。シフトレバーを操作するたび、金属同士が噛み合う感触がはっきりと手に残る。これは洗練ではなく、設計思想がそのまま露出している感覚です。速く走るための車ではない。だが、車を理解するための材料は驚くほど豊富に用意されています。そう気づいた瞬間、シルエットという存在が急に立体的に見えてきます。そして忘れてはならないのが生産台数。シルエットはわずか54台しか作られていません。これは意図的な限定ではなく、時代の流れと会社の事情とマーケットの現実が重なった結果です。派手な伝説も圧倒的なスペックもない。だがステアリング、ペダル、シフトを通して当時のエンジニアの思想がそのまま流れ込んでくる。この車に触れることは速さを味わうことではありません。時代と思想と迷いを運転するという体験です。ランボルギーニは常に極端で常に情熱的だと思われがちです。しかしシルエットはその裏側にあった静かな葛藤を今も隠さずに伝えてくれます。だからこそこの車は語り継がれます。華やかさよりも実直さ、伝説よりも現実。ランボルギーニシルエットはブランドの裏側にある苦悩と模索をそのまま形にしたような車です。派手ではない。だが確かにランボルギーニ。この静かな存在感こそがシルエットという車の最大の魅力なのかもしれません。このシルエットの経験がなければ後に登場するジャルパは生まれなかったでしょう。ランボルギーニシルエット、それは影ではない。ランボルギーニが次へ進むために導いた光なのです。というわけで今回はランボルギーニシルエットのご紹介でした。それではまた次の一台でお会いしましょう。サムライアルファでした。